ある日、夫の会社や健康保険組合から一通の書類が届きます。中を開けると、そこには、ご家族の扶養の条件から外れるため、手続きをお願いします。という内容が書かれています。どういうこと？あなたは慌てて会社に確認をします。私はずっと扶養に入っているはずです。何かの間違いでは？すると、担当者は事務的にこう答えます。奥様、認定の取り扱いが明確化されまして、ご契約の状況などから、あなたの見込み収入は、健康保険の扶養基準をオーバーする可能性があります。したがって、ご自身で健康保険に加入していただく必要があります。そして後日、お住まいの自治体で国民健康保険の手続きをすると、保険料の納付書が手元に届き、一定の収入がある場合、まとまった金額の負担が発生することがわかります。そんなこと、詳しく教えてくれなかった。知らなかった、と戸惑っても、想定外の保険料負担が発生し、結果的に手取りが減ってしまうこともあるのです。実はこれ、決してテレビの中の作り話ではありません。すぐそこまで迫っている。日本の50代、60代が直面するかもしれない現実です。ここ数年、生活必需品の物価上昇が続いています。スーパーに行けば、以前より野菜やお肉が高く感じられ、光熱費の負担も気になります。年金だけでは生活にゆとりが持てない。だからこそ、老後の足しにするために、あるいは、可愛いお孫さんにお小遣いをあげるために、少しでも家計を支えるためにパートに出ている。そんな50代、60代の方、本当にたくさんいらっしゃいます。一生懸命、汗水垂らして働いている。家計を少しでも楽にしようと頑張っている。それなのに、制度の複雑な仕組みを知らないというだけで、思わぬ保険料の負担が発生し、手取りが目減りしてしまうことがあるのです。令和8年、つまり、2026年4月1日以降に認定される手続きから、主に給与収入のみの方などを対象に、見込み年収の確認方法がより明確化されます。巷では、扶養全体が厳格化されるのでは、と不安の声も聞こえてきますが、これは全員が一律に扶養から外されるというものではなく、手続きにおける確認の方法が変わるというお話です。しかし、このルール変更の趣旨を正しく理解せずに、これまで通り、なんとなく年金をもらいながらパートで働いていると、思わぬ形で条件から外れてしまい、手取りが大きく減ってしまう事態に陥る可能性があります。自分は年金をもらっているから関係ない。夫の会社の手続きに任せているから大丈夫。難しいことはわからないから、なるようになるさ。そう思っている50代、60代の方。一番注意が必要なのは、あなたです。今日は、この2026年4月からの取扱変更の本当の意味と、ある境界線を越えると、手取りが減ってしまうという仕組みの全貌を、どこよりもわかりやすくお話しします。そして、手取りの減少を回避、心穏やかに資産を守るための対策を、順番に解説していきます。制度を知らないと、思わぬ負担を背負うことがあります。しかし、知っている人だけが、自分のお金と生活を守れる。今はそういう時代です。今日のお話は、あなたの老後の手取りを左右する、極めて重要な知識になります。最後まで、ぜひご覧ください。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。ではまず、2026年4月から、一体何がどう変わるのか、核心の部分からお話しします。一言で言えば、書類での見込み収入の確認が、より重視されるようになる。ということです。これまで、奥様がパートに出ている場合、こんな会話をしたことはありませんか？扶養を外れたくないから、今月はシフトを減らして調整しよう。パート先の店長も、そうだね。じゃあ今月は少し休んでいいよ。そんなやり方が、現場ではよくありました。毎月のシフトの変動などで、
年収の見込みが曖昧になることがあり、保険組合から確認が来ても、一時的な残業で収入が増えた事情を事実ベースで説明し、そのまま扶養を継続できるケースもありました。しかし、2026年4月からの新しい通達では、給与収入のみで他の収入見込みがないなどの条件を満たす場合に、労働条件通知書などに記載された賃金から見込み年収を判断する取り扱いが始まります。これにより、契約書類で見込みが明確であれば、手続きがスムーズに進みやすくなる場合があります。一方で、状況によっては実態との確認のため、引き続き証明書などを求められることもあります。こうした取り扱いの明確化の背景には、働き控え、いわゆる就業調整への対策や、手続きの予見可能性を高めるといった観点があると言われています。国が手続きの透明化を進めている以上、口頭の説明だけでは足りないケースが増える可能性があります。これからの手続きでは、書面ベースの確認がより重視されると考えておいた方が安全です。ここで気をつけたいのが、年金を受給しながらパートをしている50代、60代の方々のケースです。年金などの他の収入がある場合は、これまで通り、総合的な今後の収入見込みで判定されるのが基本です。そして、この判定基準には、60歳以上の人に適用される特別な壁が存在します。よくテレビのニュースなどで、130万円の壁とか106万円の壁という言葉を聞きますよね。これを混同している方が非常に多いので、一度整理させてください。106万円の壁というのは、パート先などの職場で、あなた自身が社会保険に加入する要件の話です。職場の規模や労働時間によって決まります。一方で、130万円や180万円未満という壁は、ご家族の社会保険の扶養に入るための基準の話です。原則として60歳未満の人は、130万円未満であることが条件になります。しかし、もしあなたが60歳以上である場合、あるいは60歳未満でも一定程度の障害がある場合、目安として障害厚生年金を受け取れる要件に該当する方などは、この壁の高さが変わります。これが180万円未満という壁になります。180万円未満か、そんなに稼いでないから大丈夫。パート代なんて年間100万円くらいだし、余裕だわ。そうやって胸をなで下ろした方、ちょっと待ってください。ここに、日本の制度の複雑なポイントがいくつか隠されています。一つ目のポイント。この収入の基準は、金額だけでなく、同居か別居か、あるいは扶養してくれる人の収入の半分未満かどうかなど、生計維持の条件でも総合的に判断されます。二つ目のポイント。この180万円未満というのは、パートのお給料だけではありません。あなたが受け取っている年金とパートのお給料、そして通勤手当などの交通費も含めた今後のすべての収入見込み額で判定されます。しかも、税金や社会保険料を引かれる前の総支給ベースで計算される点に注意が必要です。三つ目のポイント。これが本当に見落としがちなのですが、健康保険の扶養判定は、税金計算上の所得ではなく、今後の収入見込みをベースに行われます。そのため、税法上は非課税となる遺族年金や障害年金といった公的年金も、健康保険のルールによっては、課税や非課税を問わず、生活を支える収入として計算に含まれることがあります。非課税だから計算に入らないと考えていると、意図せず基準を超えてしまう可能性がありますので、事前の確認が大切です。ここを勘違いして、働き損の状況に陥る人が後を絶ちません。具体的なシミュレーションで、どのようなことが起こり得るのか、一緒に計算してみましょう。例えば、夫が65歳の会社員で、63歳の妻が夫の健康保険の扶養に入っているとします。妻は
自分自身の老齢厚生年金を年間で80万円受け取っています。そして妻は健康のため、そして家計の足しにするために近所のスーパーデパートをしており、月に8万円を稼いでいるとします。年間にすると96万円ですね。わかりやすくするため、ここでは交通費などは考慮しません。さて、この妻の今後の収入見込みを合計してみましょう。年金の80万円とパートの96万円。合計で176万円です。見事180万円未満の壁のうちに収まっていますね。これなら、夫の扶養に入ったまま手取りを維持できています。妻は、自分はうまく調整できていると安心しきっています。しかしある日、妻にとって、一見すると嬉しいニュースが飛び込んできます。最低賃金の改定などで、あなたの時給もアップするよう、と告げられたとします。あるいは、少しだけシフトを増やしてほしいと頼まれるかもしれません。妻は喜びました。毎月もう少しお給料がもらえる。これで孫の誕生日に、美味しいものを買ってあげられる。そう思って、契約内容が見直されました。その結果、パートの月額が9万5千円の契約になったとします。見込みの年収に換算すると、114万円になります。年金の80万円と合わせると、合計194万円になります。この瞬間、思わぬ事態が発生します。妻はもっとたくさん稼ごうと強く思ったわけでもなく、時給が上がったり、少し手伝ったりしただけで、180万円未満という壁を突破する見込みになってしまったのです。これは、あくまで年額180万円を月割りにした目安ですが、60歳以上なら、月に約15万円を超えるベースが続く場合、ご加入の健康保険組合の基準によっては、扶養から外れる手続きが必要になるケースも出てきます。扶養の条件から外れるとどうなるのか。今まで加入していた医療保険の資格が切り替わるため、マイナ保険証や資格確認書などの手続きが必要になります。そして、パート先の企業規模や労働時間によっては、職場の社会保険に加入することになりますが、もしその条件を満たさなければ、ご自身でお住まいの自治体の国民健康保険に加入することになります。国民健康保険料は、お住まいの自治体や前年の所得、世帯の構成によって金額が大きく異なりますが、一定の収入がある場合、年間でまとまった金額の負担が発生するケースがあります。さらに、40歳から64歳までの方、介護保険料も合わせて納める必要があります。もしこの妻が60歳未満であれば、ここに国民年金保険料の負担も乗ってきますが、今回は63歳という設定ですので、その負担はありません。それでも、収入が少し増えただけなのに、新たに重い保険料の負担が発生してしまうのです。冷静に計算してみてください。この妻は、少しだけお給料が増えただけなんです。それなのに、その結果として、ご自身で保険料を払うことになり、増えた収入以上に、保険料の負担が大きくなってしまうケースがあります。結果として、手元に残るお金が以前より減ってしまう。限界負担率が非常に高くなってしまう。いわゆる、働き損と言われる状態に陥るケースがあるのです。経済学の観点から見ても、働けば働くほど手取りが減るような限界負担率の逆転現象は、労働意欲を削いでしまう悩ましい問題です。現実の制度でも、この境界線付近で、まさにその現象が起きてしまう構造になっています。こうした制度の仕組み上、ある一定のラインを超えると負担のあり方が大きく変わるため、働き控え、いわゆる就業調整が起きるなど、働き方への影響も指摘されています。どうしてこんな複雑なんだ。その戸惑いはごもっともです。私も皆さんが苦労されているのを深く理解しています。しかし、ため息をついていても状況は改善しません。だからこそ、私たちはルールを熟知し、自分の状況に合わせた防衛策を取らなければなりません。では、
どうすればこの働き損を回避できるのでしょうか。ここからが今日一番重要な対策のステップです。やるべきことは極めてシンプルです。ご自身の収入見込みを正確に把握し、働き方を相談する。これにつきます。ステップの一つ目。まずは、ご自身の年金収入を正確に把握してください。毎年届く年金定期便や年金額改定通知書を引っ張り出して、自分がいくら年金をもらっているのかを正確に確認するのです。遺族年金などの非課税の年金も、健康保険のルールによっては収入とみなされることがあるため、しっかり確認してください。ステップの2つ目。パート先の雇用契約書や労働条件通知書を確認してください。過去にいくらもらったかではなく、契約上、今後の見込みとして、いくらもらえることになっているかが重要です。もし、時給アップや交通費の支給などで、年金とパート代の見込み合計が180万円の基準を超えそうになっているなら、会社に相談してみるのも一つの方法です。会社の担当者にこう相談するのです。私は夫の扶養内で働きたいので、時給が上がる分、実態に即した無理のない勤務シフトについて相談させてください。もちろん、虚偽の申告や不正な調整は絶対にいけません。しかし、ご自身のライフスタイルや健康状態に合わせて、契約上の労働時間そのものを見直すことは、労働者の正当な相談です。会社側も、従業員の希望には、できる限り耳を傾けてくれるはずです。あえて、労働時間を適切にコントロールすることで、限界負担率が跳ね上がる事態を回避します。さて、ここからが、船長ならではの前向きな提案です。あなたは状況を正しく把握することで、無駄に手取りが減ってしまう事態を防ぎました。つまり、あなたの手元には、制度を知らなければ、負担していたかもしれないお金が、しっかり残っているということです。この、守り抜いたお金を、ただ銀行の普通預金口座で眠らせておくのは、少しもったいないと思いませんか？今の時代、インフレで現金の価値は少しずつ目減りしていきます。労働時間を調整して手に入れた自由な時間、そして知識によって手元に残した余裕資金、この2つを組み合わせて、今度は新NISAという制度を活用して資産形成に目を向けてみるのです。例えば、家計に無理のない範囲で、月に1万円でも2万円でも、全世界株式 S&P500 などに連動するインデックスファンドを候補として検討してみるのも一つの方法です。新NISAの最大のメリットは、制度の年間投資枠と非課税保有限度額の範囲内であれば、得られた利益に対して日本の所得税や住民税が非課税になることです。なお、株式の配当金などを非課税で受け取るためには、証券口座で受け取る株式数比例配分方式などを選択する要件がありますし、外国株の配当などには現地での課税が残る場合もあります。また、投資には価格変動のリスクがあり、将来の結果を保証するものではありません。元本割れを起こす可能性もあります。さらに、投資信託の分配金や配当金などの継続的な収入は、健康保険組合の判断によっては、扶養判定の収入に算入されるケースもあります。この点は、事前にご自身の健康保険組合のルールを確認しておくことが大切です。それでも、ご自身のリスク許容度の範囲内で、長期、分散、積み立ての基本を守ることは、将来に向けた資産形成の選択肢として検討する価値があります。制度の仕組みを正しく理解し、大人の余裕を持って知識をアップデートし続ける。これこそが安心を手に入れるための方法なのです。知らなかったと後悔する人生を選ぶか、知っていて対策を打ち、安心を手に入れる人生を選ぶか、すべてはあなたの行動次第です。2026年4月のルール変更は、
もう目の前まで迫っています。ご自身の状況を確認するなら、今しかありません。今日、この動画を見終わったら、すぐに、ご夫婦でテーブルに向かい合って、年金の通知書とパートの給与明細を並べてみてください。私たち、壁を越えていないかな。もし越えそうなら、来月からどうシフトを調整しようか。そんな前向きな会話をすることが、あなたの老後の生活を、より安心なものへと、つなげやすくする第一歩になります。もし、今日の動画を見て、危なかった、早速契約書や年金の額を確認してみよう。空いた時間で、少し NISA の勉強をしてみよう。そう思っていただけたなら、ぜひ、コメント欄で教えてください。あなたの気づきや行動宣言が、他の同じような境遇の仲間の力になります。また、この動画が少しでも役に立ったと思ったら、高評価ボタンを押していただけると、船長の航海の励みになります。このチャンネルでは、これからも、50代、60代からの人生を豊かにするための、知っておくべき制度の仕組みと、その具体的な考え方を、忖度なしで発信していきます。私と一緒に、賢く、したたかに、そして何より、心穏やかに、自由への航路を進んでいきましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。